皆様こんにちは。カレンゲームラボのカレンです。突然ですが、以前紹介したワザリングウェーブスの紹介動画で7月23日に新情報が発表されるかもとのことでお伝えしておりましたが、想定していたものとは違う内容のものでした。申し訳ありません。ごめんなさい。ということで今回は7月23日にタップタップショーケースで発表された新作タイトルとワザリングウェーブスの最新 PV やアーテリーギア風 RPG など5本を紹介したいと思います。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず7月23日にタップタップショーケースで発表されたタイトルのうち3本を紹介したいと思いますが、3本目はラストに紹介したいと思います。それでは見てまいりましょう。1つ目のタイトルはエシリーアリスタート、開発は XD エンターテインメント。こちらのタイトル、アンリアルエンジン4を採用しており、アニメ風の表現が結構綺麗にできてますよね。ジャンルはアクション RPG でスマホと PC で2023年に配信予定とのこと。世界観は仮想世界で人類の存命をかけてウイルスと戦っていくというちょっと SF 寄りな感じです。なんで人類の存命のために仮想世界と思われる方もいると思うのですが、ストーリーの概要は地球上では永遠と呼ばれるほどの吹雪が発生してしまい、現実世界での生活が困難となってしまう。そのため人類は仮想世界エシーリアを建設。人類は意識を仮想世界エシーリアへ転送し、現実世界から仮想世界での生活を余儀なくされてしまったという感じ。メインのゲームモードはシングルプレイがメインとなっており、オンライン要素として PVP が実装予定とのこと。またバトルは単性のアクション RPG ということで、詳細は不明ですが、この手のバトル要素は最近ちょっと増えてきているのかなといった印象です。正しいかどうかはわからないんですが、イメージとしてはシンクロニクルであったり、コンシューマーでリリースされている英雄伝説黒の奇跡なんかが単性アクションって感じなんですかね。プレイ映像を見る限り結構面白そうな感じがするので、今後最新の情報があれば継続して紹介していきたいと思います。続いてのタイトルはクリスタル・オブ・アスロン。本タイトルは昨年10月に紹介しており続報となります。開発は VI ゲーム。VI ゲームといえば TikTok を運営するベティダンス傘下の企業さんで相当な資本を持っていそうですよね。つうかもう想像できないくらいお金持ちの会社なので、本タイトルも相当開発費をかけ力を入れているのではないでしょうか。ジャンルはアクション RPG でスマホでのリリースとなっており、 MMO の要素が入ってそうな印象。近しいタイトルだとグランサガでしょうか。世界観は魔法と機械が共存する浮遊大陸が舞台で、ストーリー概要はプレイヤーは冒険者となり魔法兵器を駆使して戦い、古代遺跡を探査し、古代文明が滅亡した真相を探り、新たに生まれる陰謀を阻止するといった内容。 PV を見る感じかなり映像が綺麗ですよね。またバトルにおいても爽快なアクションが楽しめそうで、エアリアルコンボやスキル演出なんかも派手で力の入れ方が違う感じがします。そして本年度中に CBT が予定されており、順当にいけば23年中にはリリースされると想定します。グローバル展開は間違いなく行われると思うので、こちらも最新の情報が入り次第改めて紹介したいと思います。続いてのタイトルはクロスコア。開発はちょっと読めないので画面に表示しておきます。ジャンルは単性 RPG でスマホ PC でのクロスプラットフォーム対応となっております。世界観はメカと SF をモチーフとしたもので、ストーリー概要は西暦2067年地球に隕石が落下し、人類に全く新しい物質モバをもたらし、飛躍的に技術が進歩した。宇宙開拓のためにモバを利用したエンジンを開発するも地球外からの生命体によって破壊される。攻撃の原因を探るため遠征チームを率いて攻撃の背景にある真実を見つけるといった内容。バトルは単性 RPG で SD で表現されたパワードスーツを身にまとった美少女がわちゃわちゃ戦い、
スキル演出も 3D エフェクトをふんだんに使った派手な演出と、一部のスキルにはアニメ演出などもあり、演出面でのこだわりを感じます。なんとなくアーティリーギアを彷彿させる内容なのかなといった感じです。しかしながらこのタイトル、なんとロボを召喚することができるようです。ロボ召喚といえば以前紹介したエターナルツリーもロボ召喚ものでしたが、最近流行ってるんですかね、このロボ召喚で。本タイトルは日本語ローカライズもされており、グローバル展開が視野に入っている模様。さらに2回目の CBT が近日開始されるとのアナウンスもあり、開発も最終フェーズに突入している印象。早ければ23年にはリリースされると推察します。アーテリーギアやアリスギアアイギスなどメカ美少女系にハマっている方にはおすすめの作品かと思います。続いてのタイトルはミストシーケンス。開発はスターラインネットワークで、ジャンルはリアルタイムストラテジー RPG。 昨年9月に第1回 CBT が実施されており、それ以降主だった情報はなく沈黙状態だったのですが、先日第2回 CBT 募集のアナウンスがあり、開発も佳境に入ってきている段階。世界観はちょっと表現しにくいのですが、スチームパンクやディーゼルパンク風のレトロ感を味わえる SF ものとなっており、ストーリーは突如として大震災に見舞われ霧に包まれてしまった大陸、そこには突然変異してしまったモンスターや殺戮集団などが出現し、人々を脅かしていた。主人公はこの霧の中で生存者を見つけるため仲間と共に旅に出る。果たして大災害に隠された真実は何なのかという内容。バトルはリアルタイムストラテジー RPG となっており、タイムリーにキャラに指示を出し、四方から来る敵を殲滅するといった感じ。今までのストラテジーではチェスや将棋のように単性のものが多く、考えながら実行に移すことができたのですが、リアルタイム性を取ることで敵の行動を先読みしつつ、より効率的な作戦と戦略的なゲーム性を出すことができると思われます。まあタワーディフェンス系のゲームをやられている方ならなんとなく理解できるかと思います。なかなか今までにはないようなゲーム性を秘めたタイトルかと思います。 PV 見ててもあまり類を見ない感じのバトルで、リアルタイムで各小隊に適切な指示を出し、敵と戦わせるわちゃわちゃ感が半端なく、あっちもこっちも意識して全体を俯瞰する感じで戦略を組み立てていくような印象を受けます。結構これはわちゃわちゃしていて面白そうな感じがしますね。オートでもバトルの進行はできるようなので、気軽に遊べるような感じもします。開発から2年ほど経過しており、2回目の CBT も開始されるようなので、こちらも23年にはリリースされると推察します。引き続きこのタイトル最新情報が入り次第改めて紹介していきたいと思います。続いて本日ラストは7月23日タップタップショーケースで紹介された新作タイトル、ワザリング・ウェーブス。開発はクーロゲームが手掛ける新作オープンワールド RPG。 クーロゲームといえば 3D アクション RPG パニッシング・グレイブンでおなじみですよね。本タイトルは過去に解説しているので、今回は特に大きな情報はございません。どちらかというとお詫びとなります。冒頭でもお伝えしましたが、前回紹介した際に最新の情報が23日に公開されるかもということでご案内しておりましたが、蓋を開けてみたところ、最新の情報ではなく最新のプレイ映像が公開されたということで、全くもって想定していた情報とは違っており、期待されていた方がいらっしゃったら大変申し訳ありませんでした。タップタップショーケースでてっきりサプライズ情報が公開されると期待していたのですが、開始冒頭にプレイ映像が公開されたのみで、これといった最新情報もなく終わってしまいました。そしてこの最新のプレイ映像は23日同日ワザリングウェーブ公式サイトでもアップされており、すでにワザリングウェーブスをチェックしている方ならもうご覧になられているかと思います。で今回は改めてまだワザリングウェーブスどんなゲームか知らない方のために本当に軽く紹介したいと思います。こちらのタイトル、高いアクション性とアンリアルエンジン4を採用した美麗なアニメ調グラフィックを
ポストアポカリプスな世界観に落とし込んだ内容で、オープンワールド上を多彩な手段で自由に移動することができ、かなりスタイリッシュな戦闘を行うことができる作品となっております。あの原神を超える可能性を秘めたタイトルとも噂されており、果たしてどうなるかリリースがかなり待ち遠しいです。ワザリングウェーブスについてもっと詳しく知りたいという方は、こちらの動画でバトルやキャラクターなど細かい紹介をしておりますので、ぜひご覧ください。はい、今回は来年リリースされるであろうタイトルとお詫びの動画となってしまいましたが、いかがでしょうか。ワザリングウェーブスについては AAA タイトルということでもはや言うこともありませんが、その他紹介したタイトルもしっかりと作り込まれ新規性を出しており、リリースが待ち遠しいものばかりです。ということでチャンネル登録するかどうかはお任せしますが、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。